はい、始まりました。今日はちょっと変わった趣向で動画を撮っていこうということになりましてなるほど。はい。一体何が始まっちゃうんですか？ホラー動画ですか？もうほぼホラー動画なんですけどタイトルを見ていただければどういう内容かわかると思うんですけど、赤単の逃走者をこれからやろうと思っている人におすすめのカードを10個選んできましたという動画になります。はい。この赤単っていうのは僕が赤単好きだからっていうのもあるんですけどなるほど。つまりまず川楽を紹介する動画。川楽はちなみにこの動画には出てきません出てこないんですが。出てこないのか。出てこないんですが。何枚バルダーズゲートやろうなみたいなね。バルダーズゲートはこれバルダーズゲートは一応あるかもしれないですおすすめのカードを紹介していきますんで、一応他の色もやっていくかもしれませんので、今後まず赤単からやらせていただきたいと思います。はい、で赤単の強いカードって言いますと、大体鳩場だったりブリーチだったり変更畑だったりフォーチュンだったりもう高いんですよブリーチはそんな高くないですが、ブリーチを買うということは漏れなく LED 買うってことになっちゃうんで、一応その高いカードになっちゃうじゃないですか。はい、なんで一応そんなに値段のしないやつを10個選んできました。はい、まず1枚目を発表させていただきたいと思います。はい、まず1枚目ギャンブル。はい、これは赤を象徴すると言っても過言ではない、カードでして、1マナのソーサリーでして、あなたのライブラリーから1枚カードを探して手札に加えて1枚無作為に選んで捨てて、その後あなたのライブラリーを切り直す、ギャンブルです。まさに、まさにギャンブル。これはどうして選ばれたんですか？だから赤のそのサーチ手段としては一番優秀ということで、そうですね。そうですよね。これは種類を選ばない、サーチできるカード何でもいいっていう形になっているので、そうなんですよね。赤では唯一ではないけれども数少ない万能サーチなんで、赤単もしこれからやられるんだったらまずギャンブルあった方がいいなと思うんですよね。ただギャンブルで持ってきたやつをぶち抜かれても泣かないというそうですね。結構赤っていうのはそのランダム性の高い色になってまして、2枚目のカードに行かせていただくんですけども、2枚目は変化の風というカードになってまして、僕の大好きな変化の風紹介させていただくんですが、これ1マナソーサリーで各プレイヤーは自分のライブラリーを自分の手札に戻した上で切り混ぜ、その後元の手札と同じ枚数だけカードを引く、つまり強制マリガンということになります。一応しかもマリガンですよね。墓地にはいかないという、これなぜかちょっとよくわかんないんですけど、ちょっと昔のカードなのでカラーパイ破りを若干してる感は否めないというカードにはなっています。でこいつの選定理由は端的に言うとガチでもう通用するめちゃくちゃ強いカードというでコストが安いという。そのどこが要は強力なんですか、この効果は。この効果が強力なのは、1マナで1ターン目に打てるんですよ。そうですね。これ相手がコンボパーツ揃えに行ったタイミングとかでも打てますし、とにかく相手の手札をぐちゃぐちゃにするだけですそうですね。これは自分は呪文を打ってるんで、アドゾンしてるんだけれども、それでも相手の手札が入れ替わるっていうところが非常に強力だということですね。そうですね。なんでこれはかなりいいと思います。で次にドローなんですけど、フォーチュン系のカードってやっぱり欲しいじゃないですか。なんでフォーチュンの代わりになるかもしれないですかカード災難の輪というカードになるんですけど、3マナのソーサリーで、各プレイヤーはそれぞれ秘密裏に0以上の数値を選ぶ。いきなり一応数字選べって言われます。でその後その各プレイヤーが全員同時に数字を公開します。で公開された数字が一番大きい人がそのダメージを食らってフォーチュン、で、公開した数字が一番低い人は何も起きません。でその他の中間の人はそのままフォーチュンできます。ということで一応フォーチュンに最も近いカードサンマナですしね。サンマナですし、
問題点はあるんですがありますね、はい、一応0を選ばれてしまうと、はい、相手は手札を入れ替えなくていいという選択肢ができますんで、はいはい、まあ要はその相手の手札を強制的に入れ替えさせることはできないフォーチュンみたいにというところが、はい、ちょっと弱いところではあるんだけれども、それでも、自分の手札はほぼ確実に補充できるそうですね、はい、という形にはなっているので、はい、選ばさせていただきましたとそうですね、はい、いうことですね。そうですね。これ大体数値どれぐらい選びますか4とか5とかそれぐらい変えたいときは10とか11とかでこれ1個コツがありまして、はい、まず5とか10とか選んじゃダメなんですよ、かぶる可能性がかぶる可能性かぶったらこれかぶったらその最大だったら最大になっちゃうんで、5を選ぶ場合は6選んだ方がよくて、10選ぶ場合は11選んだ方がいいんですよそれだけポイントとしてあります、はい、で次のカードいきます、はい、次のカードは、配信のオーガというカードになってまして、これも極めて新しいカードだよこれ4マナの、2/3のクリーチャーです。はい。ハイという能力を持ってまして、そこはね、割とどうでもいいんだけど、説明をどうぞ。一応、ハイの能力、たまに役に立つ時あるんですけど、一番ライフが多い人を殴りに行くと、11カウンターが乗っかる。で、その能力はちょっと置いときまして、ライフを3点支払うと赤1マナで出せるという、とんでもねえカードです。はい。対戦相手がいきなり、こいつ出して、なんか16万の出します16って言い出したらもうやばいですもうゲームが終わる予兆です、はい、これなんで選ばせていただいたかというとマナ加速できるカードの中で一番マナ加速ができるんですよこれ。そうですね赤のカードで、はい、ライフがありさえすればライフと10日交換だということにはなるんですが、はいはい、これマナは一番出ますよと、はい、次のカードいきます。はい、で次のカードは魔法暴走というカードになるんですけども、はいはい、これは、2マナのインスタントで対戦相手がコントロールしているパーマネント1つを対象とします、でそれを破壊します、でそれのコントローラーはそのパーマネントと共通のカードタイプを持つパーマネントが公開されるまで自分のライブラリの一番上から1枚ずつ公開していきます。例えばアーティファクトを破壊したら次アーティファクトがめくれるまで公開していくと、でそれが場に出て残りをライブラリに下に置く、はい、これなぜこれがいいのかという話をしますと、これバルターズゲートバルターズゲート収録だってこともありますもちろん、はい、ですが、一応混沌のねじれという有名なカードがあるんですが、これは紹介するまでもないカードなんですけれども、赤っていうのは触れないんですよ置物にですね、置物に触れないので置物に触れる数少ないカードもうほぼ2枚ぐらい混沌のねじれとこれぐらいしか、はい、ほぼ触れないですよね。触れない。ということなんで一応これを紹介させていただきました。ただこのカード混沌のねじれと違って、はいちょっとまずいところは破壊だとそういうことですはい、はい、なるほど。破壊不能の置物とかはですね、赤はほぼ触れないんでね。混沌のねじれはめちゃくちゃ強いですよね、そう考えたら。そうまあでも一応万能除去ということで、ありなんじゃないかなということですよね。はい。で次のカードいきます。で次は、月の大魔術師、はい、これはいわゆる月ですよね。血染めの月というカードがあるんですけど、それのクリーチャー版なんですが、はい、3マーの22で基本でない全ての土地は山である。はい、通った瞬間にデッキによっては死亡します。そうですよね。はい、特に上の卓だと、通ったらもう勝ちですみたいな場面は結構あります。はい、はい、結構2色3色になりますと土地がほぼ多色の特殊土地になりますんで、それが山になるとまずいんですよね。だから赤の必殺技の一つで月っていうのがあるんですけど、なぜ血染めの月ではなく月の大魔術師を今回選ばせていただいたのかっていう理由なんですけども、まずいい点がクリーチャーなんですね、こいつ。そうですね。でクリーチャーなんでまず打ち消しづらい、はい、ということで結構いいです。出やすいです、場に。あとサーチできる。確かにサーチできますね。はい、サーチできますね。でもう一個いい点がありまして、戦ってる最中に一人再起不能になってる人を復活させることができるっていう、ちょっと意味わかんないこと言ってるんですけどはいはい、あるんですよ、そういう盤面が。ちょっと1対1とかになっちゃって、ちょっとこの人ともう1対1戦えないなっていう時に、
再起不能になってる人のところに殴りに行って、こいつをブロックしてもらって、その人が復活することによって、3すくみになるみたいな、4すくみになるみたいなことが起きえるんで、要は月で動きができなかった人を、そうですね、はい、このクリーチャーだからこそなんだけど、はい、こいつ自身を処せることによって、はい、復活させることができると。そうですね、急に動き出しちゃうとその人それが逆に利点になることがあるってことなんですよね。それでこのカードがいいんじゃないかなということになります。はい、はい、じゃあ次のカードいきます。はい、で次のカードは呪文ショックというカードになるんですけども、はい、これは3マナのエンチャントでプレイヤーが呪文を唱えるたびにそのプレイヤーが2点ダメージを食らう。もちろん自分もですと。自分も食らいますこれは何がいいのかって言いますと、赤っていうのはダメージで勝ってくんですよ、ダメージで基本的に勝ってくるので、プレイヤーが呪文を唱えるために2点減らせるっていうのはかなりダメージを削れるカードであるということがまず一つあります。で、もう一個いい点としては、例えば無限ストームみたいな何回も唱えていくコンボを止められることができるという形になります。チェインするコンボも止まることがなりますよね。という意味でこの呪文ショックというカードはいいんじゃないかなということになります。はい、でそういう系のカードは他にもあるんですが、これが一番範囲が広いよね。そうですね、範囲が広くて呪文を唱える旅なんで、これがかなりいいんじゃないかなということがおすすめになります。はい、で次のカードに行きます。はい、次のカードは氷熱の解放という3倍エンチャになりますね。はい、これは先ほど言ったように赤はダメージで勝っていくんでっていうところにフューチャーリングしたカードですね。そうですね、この能力説明しますと、はい、6マナのエンチャントで6マナって結構重いんですがダメージが3倍になります。はい、私が与える発生源全てのダメージが3倍になります。これちょっとだから気をつけなきゃいけないのはねはい、石のフンボとかそういわゆる自分にダメージを与えるカードを、はい、3倍食らうんで、石のフンボをひねるとサニーが6点食らいます。クリフトでダメージ食らうと9点食らうことになりますんで、はい、まあちょっと使いどころは難しいんですが、はい、この3倍になるというのはかなり重要でして、ダメージでそれが勝つんですよ、赤は。なんで攻撃していったクリーチャーのダメージが3倍になってる状態だったり、さっきは呪文ショック出てきましたけど、サニーが6点になるんですよ、呪文ショック唱えるだけで。ルーリクサーと一緒ですよ逆に言うとルーリクサー強くねえかみたいななってますんで、この灼熱の解放というカードは結構赤では2倍3倍にするカードっていっぱいあるんですよね。中でもこの3倍っていうのが特にいいんじゃないかということに。3倍のカードも2枚あるんですけど、ね、あります。1枚は7コスの1招集なんですけど、はい、まあそうですね。だからこれが一番オーソドックスな。海外だとめちゃくちゃ高いんですが、はいはい、いいカード。日本だとそこまではしないと。日本だとそこまでしません。はい、で次のカードいきます。はい、で3倍何倍ダメージっていう話しましたんで、このカードが出てくるんですが、発展の代価というカードになります。はい、これはレガシーやってる人だったらご存知だと思うんですけど2マナのインスタントでして、発展の代価は各プレイヤーにそれぞれそのプレイヤーがコントロールする基本でない土地の2倍に等しいダメージを与える。例えば2色3色とかで、5枚だとして、2倍エンチャ3倍エンチャ、じゃあ3倍エンチャ出てる状態で5枚だとしましょうか。そしたら3倍5倍2倍になります。はい、3515に30点各プレイヤーにダメージを与えるという、赤で最もダメージ効率がいいカードがこの発展の代価というカードになります。はい、でしかもインスタントで決めに行くことがワンチャン可能なので、はい、このカードを選ばせていただきました。はい、はい、で以上になります。ちなみにこれは月が張られてる状態だったら何にも起きないですねあ、いや何にも起きない。特殊土地ではある。特殊土地ではある。最悪じゃないですかそれ、はい、基本で山であるんだけれども特殊土地でもあるっていう状態になるんで、なるほどなるほど。ダメージは入りますから。はい、なるほどなるほど。ってことはやられた人最悪ですよねで一応10枚目の最後のカードになるんですが、僕の一番赤で大好きなカードを発表させていただきます。はい、吹き荒れる潜在能力またこの話させていただくんですが、はい、この話がこれ赤やられるんでしたらまず絶対に入れた方がいいので、これをちょっと一応紹介させていただきたいんですよ。絶対に入れた方がいいかって言われたらいや絶対入れた方がいいです構築によるとしか構築によるんですが、だってビルギーストームとかでこんなに入らない入らない一応5マナのエンチャントでして能力説明させていただくんですけど、
プレイヤーが自分の手札から呪文を唱えたら、そのカードをまず追放します。でその後ライブラリの上から追放していきます。で追放し続けていって、それ同じタイプがめくれたらそれをマナコストを支払うことなく唱えてもいいと。その後めくれてったカードと唱えたカードをまとめて下に送ります。で架空の鏡とかで一応ロックかけることもできるんですが、これ基本的にはカジュアル卓だとデッキがなんか変わってくっていう楽しいカードなんですよ、そもそも。で、ガチ卓だともう何もできなくなるっていう相手がなぜかだからサーチ呪文を打ったらカウンターがめくれるみたいなことが起きるわけね。そうですそうですそうです、だからこれ何がいいかっていうのは、ガチでもカジュアルでも両方を通用するというか、いけるじゃないですか。それが一番僕たちが EDH をやってて一番の利点なんですよ。だから5-6択でやっててもこれ出しても何も言われないし、いきなりその上の択でやんなきゃいけないってなった時にこれ出しても決まったってなるんで、汎用性が一番高いのがこのカードなんですよ、僕の中で僕の中で、熱く語ったんですけど、デッキの構築の時点でこいつが強く使えるようなデッキになっているのであればどういうシチュエーションでも強いカードです。確かにねまあそんなとこですかね。そんな感じで10枚選ばさせていただきました。はい。いかがだったでしょうかっていう。何か他にもね赤単でこんないいカードありますせっていうのがあったらコメントしていただけるととてもありがたいので、はい。であともう一個おまけで、ちょっと切実な問題がありまして、お願いがあるんですけども、ちょっとチャンネル登録の方をしていただきたいなと思ってまして、ここまで見ていただけた方は多分してくれると思うんですけど、もしかしてくれてると思うんですけど、ちょっとチャンネル存続の危機ぐらい登録者が少ないのでチャンネル登録の方をお願いしますということで、今回の動画は締めさせていただきましょうかね。今回の動画は以上になります。おしまい。